下流老人老後破産なんとも辛い言葉が多くなった昨今、老後に必要なお金、貯められていますか？ 2022 年度生活保障に関する調査より、日本人の生活設計について見ていきます。将来のお金準備できてる？いいえ、半数超の衝撃。人生100年時代老後破産老後資金問題少子高齢化に伴い浮き彫りになる日本人の老後問題。公益財団法人生命保険文化センターは、2022年度生活保障に関する調査で日本人の貯蓄状況について調べている。将来のためのお金、実際のところ貯められているのだろうか？同調査のあなたは、ご自身やご家族の将来をどのようにしたいか、そのための経済的な準備をどうしたらよいかといった、具体的な生活設計を立てていますかとの問いに対し、生活設計ありと回答した人は 39.9%、生活設計なしとした人は 51.5% となっている。その内訳を年齢別を見ていくと、男性で生活設計ありと答えたボリュームゾーンは40代で 46.7%、一方で生活設計なしが最も多かったのは20代で 59.6% であった。女性で生活設計ありと答えたボリュームゾーンは50代で 42.5%、一方で生活設計なしが最も多かったのは20代で 60.0% となった。また同調査を世帯年収別に見ていくと、生活設計ありと最も答えたのは男女ともに年収1000万円以上の世帯であり、生活設計なしが多かったのは年収300万円未満の世帯であった。ちなみに国税庁の令和4年分民間給与実態統計調査によると、給与所得者の中で正規社員の平均給与は523万円である。年収500万円700万円未満の層で生活設計ありと答えたのは男性 46.4%、女性 49.3%、平均年収の層ですら、生活設計をしているのは半数以下という厳しい現実が見て取れる。同調査では生活設計ありと回答した人に対し、何年先までの生活設計を考えているのかアンケートを行っている。結果5年以下 14.1%、610年 34.8%、1115年 8.1%、1620年 21.1%、20年超 11.6%、わからない 10.2% と、610年が最多となった。また男女ともに、20代の生活設計期間で最も多いのは5年以下、30代は20年、超40代、50代、60代は610年となっている。経済的余裕がない老後に必要な資金のことなんて、同調査では生活設計なしと回答した人にその理由を聞いている。最も多いのは将来の見通しを立てがたいから 25.8%、そして経済的余裕がないから 23.1%、なんとか暮らしていけるから22.8%、将来より現在の生活が大切だから 15.9% と続いている。なお1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は年収458万円。年収458万円だと毎月の給与は38万円。手取りは30万円ほどになる。単身者が節約に励み、ようやく月数万円の貯金ができるといったところか、子供を抱える世帯などには貯蓄が難しいことは容易に伺える。将来の見通しを立てがたいから経済的余裕がないからが約半数となるのもなんら不思議な話ではない。では老後は年金暮らしでと考えたいところだが、厚生労働省令和4年度厚生年金保険国民年金事業の概況によると、厚生年金保険第1号受給者は3598万人で、受給者平均年金は月額約14万4982円。年金アルファでの生活が求められていることは間違いない。手取り30万円で貯金をせずに老後に至ったら、極めて厳しい生活が待っている。自助努力、ここ数年何度聞いてきた言葉だろうか。人生100年時代と謳われる今、投資による資産形成にも注目が高まっているが、それは余裕資金があってのこと。貯めることすら難しい日本社会の残酷な現実を直視していく必要がある。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてね。チャンネル登録必須です。それでは皆さんのコメントを紹介していきましょう。俺のおじさんは脳梗塞で倒れたら奥さんに即老人ホームに入れられてしまった。自分はいくらかに帰りたいと泣いていっても奥さんは私には介護は無理だと頑として受け入れない。会社の社長であり大きな持ち家で財産も結構あったとしてもこんなもの、老後の金を心配するよりも健康を維持する方が何倍も大事。ゴールドさんの購読対処者は、一人暮らしで手取りが月30万円あっても、ほとんどお金を貯めることができないのか。それならば、以前、年収が500万円以下の低所得者はダブルワークしろという記事を載せていたのも納得できる。でも現実的には、月に14万円もあれば、
それだけで暮らせる人も多い。地方都市の戸建てにでも住めば固定資産税も都市10万円もかからない人も多い。でも都心のオークションだと固定資産税と管理費で100万円近い人もいるだろう。無理して家を買うとずっと苦労するかもね。現役の時から身の丈に合った生活をして、それなりに貯蓄も少しずつしてれば普通に暮らせると思う。持ち家なら月14万でも暮らせると思うが、高級官僚の作った上流階級向けのモデル生活を想定すれば残酷なのだろうが、日本の大部分が月14万円の年金で生活しているのだから別に残酷とは言えない。毎回年金支給額を上げろと言いたいのかわからないが、これ以上国民負担率を上げれば老後どころか現役世代の現在価値が破綻することになるだけだ。手取り30万ならむしろ御の字で、月14万でも家賃さえなければ悠々と暮らせると思う方も少なくないはず。無論私もその一人だが、左高中には入れないことは今の時点で確定している。そして認知症にでもなれば身の回りのことをしてくれる者もいないので、予兆があれば即座に腹を切る覚悟もしている。この文明が発達した現代で江戸時代の食い詰め浪人と同じことをせにゃならんとは、つくづく変な人生だったとバカ笑いしていくことを思う。生きてゆくのはお金がかかります。家庭を築いてもお金のことで別れる場合もある。生涯収入は3億から4億くらいです。自分の身もあるのに家族を養わなければならない。働き詰めのお父さんお疲れ様。年金者組合というところの資料を見ると、2012年基準安倍さんが2回目に総理大臣になった年で公的年金は 7.3% も目減りしているらしいぞ。例のマクロ経済スライドや、物価が下がったらそれ以上にカットして、物価が上がってもその6割くらいしか埋め合わせをやらん。その年金財政を GPIF は株に突っ込んで、金持ち儲けさせて年金財政も今36兆くらい再起あるらしいやん。相談なんやけど相場は GPIF でしっかり左右できるんやから、この再起、今のうちにドンと回収して目減り分を返してくれんかな。日本株が暴落するけど円安に乗っかって群がってきた外国の皆さんや日本でもお金持ちが大損するかも。やけど、この人らは公式では余裕資金でやってるはずやから心配せんでもええ。年金財政も暴落したところでまた資金を仕込めば爆上がりでまた黒字や、金持ちからの収奪は株に限るで、貯めることすら難しい日本社会の残酷な現実を直視していく必要がある。まさに衰退国家日本の現実で、直視すれば破綻する階層が必ず出ます。残酷とか悲惨という形容は過去のもので、破綻階層を誰も助けることは不可能です。国家にも国民にも力はありません。直視するとこうなります。希望を持つと失望になって帰ってきます。おそらく現在の日本の定員は8000万人くらいでしょう。やたらに人生100年時代と連呼しているが、この人生100年時代という忌まわしきキーワードは、たった一人の変な学者が唱えたに過ぎない。それを日本政府が年金支給開始年齢を遅らせようとする口実に悪用して喧伝するからたちが悪い。実際の話、男性は8085歳、女性は8590歳ぐらいで亡くなることが多い。今日年金定期便が届いた。70歳まで遅らせた場合 42% 増、75歳まで遅らせた場合最大 84% 増。オバフィフですが、私は65歳でもらえるならもらいたい。健康で生きてるかどうかわからないから、一体何歳まで働かせる気なんですかね。残酷すぎる老後全くだ。他人と同じことしてたら他人と同じということ。もっとアウトプット増やして生産性上げないと、さらに貧困が待っているということ。失敗嫌がる。失敗させない世の中だからな。お金があっても、夫婦仲が悪いの。健康が優れないのと色々あるが、やっぱりお金があると心強いよね。いやいや、世帯で考えるべきだ。また、単身者だとしたら、あとは個人年金保険に入るなど、他に手はある。不安ばっかり煽るなよ。年金14万円から色々天引きされるから手元には12万円ぐらいしか残らないから悲惨。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は必須です。